なんかめちゃめちゃ調べた5社を受けるというより、調べててちょっといいなって思ったらもうアプライして、でアプライされその書類とか選考してもらってる時に次の会社また調べ始めるみたいな。特にアメリカでやってたりしてたら英語はできて当たり前で戦ってるやん。そうそうだから、まあ、英語は強みなんやけど、英語だけそうアメリカで英語だけやってきてましたみたいな。でやんのは嫌やなって思ってて、だからほぼ英語使える使えへん関係ないとこばっか受けて、コンサルもあったし、広告代理店があったり、まあスポーツ業界もあったし、けど今は、結局、一応教育事業のベンチャー企業に働くことになってんけど、何人ぐらいの人数は社長入れて10人とか。10人規模ぐらい。そっか。どういうことをしてるところなんですか？一応こう表向きには教育事業やねんけど、もうやっていることがかなり隙間産業やから、なんか教育事業って言ってもうたらもしかしたら誤解があるかもしれんねんけど、まあ実際やってることで言うと、高校生の部活と進路をこう2つサポートするっていう会社で、なんか例えば体育館借りて、そこに高校生呼んで、で高校生のなんかバスケならバスケの大会して、そこに大学の広報とかなんかブースとかを設けて、で、まあ、高校生いるところで大学もこう宣伝できるみたいな。っていう感じで言えば大学側からお金もらうって感じ。もう完全に大学からの運営費でビジネスしてって、高校生は本当に参加費無料やし、高校生からは金取ってない。なるほどね。そこで純喜はどういう仕事というかどういう役目なの？役目は、まず、一番シンプルなところで言うと、そういったそのイベントをこうスムーズに進ませるための、準備をね、やったり、大学に営業行ったりも時々する。そうなの？こういうところで例えばその高校生読んだりするのもこっちの仕事やから、先生例えばバレエでするんやったら、バレエの顧問の先生に電話してこう来ませんかって言ったり、で集めたらこう例えば400人来る予定やったら、大学行ってこうバレー部が400人来ますみたいなでなんか資料配ったり、うちの大学こういうとこがいいですよっていう機会もあるから、こうブース立てませんかみたいなをしたりするっていうのがメインやな。じゃあ営業とそのイベント運営に関わる準備とか、実際のイベントとかもやったりする？そうやね。なんかイベントっつってもなんかイベント会社じゃないから当然。なんかやっぱコアは教育があって、だから一応例えばなんか普通のイベント会社やったら、なんか物品売ったりすると思うんよ。例えばなんか広島でやる交流戦やったら、広島冬のバレー大会みたいな。での T シャツ作ったりタオル作ったりして売ると思うんだけど、そういうのはせえへんな。そういうのもせんねや。そこは一応やっぱ教育でやってるみたいな。
るほどね。なんか、その次、カルチャー的なとこ聞きたいんだけどさ、アメリカでさ、4年、5年住んだわけやんか。で、それ日本帰ってきて、その会社入ってさ、なんか違う点とかさ、ここは良くて、ここは自分に合ってないなみたいなのある。ああ、いいところ、日本での会社、やっぱいいなって思うところは、なんやろな。まあ、カルチャーね。仲良しな、その社員同士、働いてる人ら。いや、ベンチャーでね、ちっちゃいから、こう、みんな仲良くっていう感じだと思いがちやけど、全然そんなことなくて。もうそこはほんまなんか、まあベンチャーっていうのもあって、こう、自分成長したいから来てるみたいなとか、自分がやりたいことあって、自分主導でそのプロジェクトが進んでたりするから、なんていうの、結構自分でいろいろやらんとあかんから、なんか周りの人の助け借りるとかはあんまりなくて。ああ、なるほどね。そう、だから、いいところの悪いところ。それは、良くもあり悪くもあるところやね。良くもあり悪くもある。なるほどね。そう。やし、他のいいところで言ったらね、まあでも、やっぱりピチッとしてるというか、まあ当然、時間通りやし、綺麗に。メールが決まりが早いし。そう、あと決まり事はほんまみんなピシッとするから、なんか変なことで、これ誰がやったみたいなのはめっちゃ少ないと思う。ああ、そうなんだ。そう、なんかね、アメリカのボランティアとかインターンしてた時よくあったんが、なんかみんなやり方違うみたいな。例えば、この書類何かした時にその報告としてこの書類を作ります。なるやん。でもさ、みんなこう教えられたことをこうピシッとしてへんし、自分流に変えるんや。そうで、それ自分流に変えた人らが次の人を教えてたりするんよ。そしたらさ、なんかで金曜日週末に毎回こうまとめるのが仕事やってんけど、もう全然みんな書いてること違くてさ、なんか例えばなんか言い回しもちゃうんよ。私はこれをしましたっていうさ、ワードがじゃあ例えばtake over something がするやんか、これでまとめてくれたらいいのに、みんないろんな言い方でするから同じこと言ってても違うワードみたいな。でまとめていくみたいな。そうそう、データインプットってめっちゃ簡単な仕事のはずやのに、逆に難しいみたいな。そう、1個データインプットするのになんか2回くらい電話するみたいな。そういうことみたいな。そうで、めっちゃ効率悪いっていうのは、ないな、日本の会社やったら。統一されてるみたいな、絶対。そう、やっぱ決められたところピシッとしてるな。確かに。それはでも楽やな。新しく入る人かもしれない。そうやね。で、悪いとこで言うと、なんかまあこれ企業によると思うねんけど、なんかやっぱこうフレンドリーに話すみたいな雰囲気まずないし、まあそのアメリカの一般的な企業と日本の一般的な企業で比べた時も言えると思うねんけど、なんかまあ普通にやっぱさ、アメリカは普通に会社でニックネームで呼んだりするし、普通にそう朝一行ってめちゃめちゃなんかがフラットやっぱりで雑談とかもめっちゃ しやすい雰囲気やん。まあまず声大きいしなアメリカ人けどなんか日本人はもう結構静かにカタカタするみたいな。あんまり雑談の時間とかない。
そうそう、なんか雑談ってこうみんながしてるからしやすいというか、はいはいはい、確かにね。けどこうみんながシーンとしてたらめっちゃしにくくて雑談。最初始めるのもなんかあれやしな、そうみんな聞いてるし。なんか昨日のあれ見ましたみたいな始めるのも無理やしな。そうやね。確かに。で、それはまあ今もやけど、最初らへんは結構ストレスやったかな。喋るの好きな人からしたら辛いからですけど。そうそう。しかもなんか、まあこれは俺にも落ち度あんねんけど、なんかそういう雰囲気に入っていくってこう覚悟なく入社したから、あ、そうかみたいな、日本の企業こんな静かなんやみたいなで困ったというか、ギャップ大変やった。そうそう、ね、入ってから気づいてもうたから。なるほどね。そうそうそう。で今毎日オフィス行ってんの？行ってるよ。そうなんや。時間とかはどうなん？その働く時間とか制限とかある？あ、それで言うと、やっぱ拘束時間長い。長いんや。うん。まあ9時から6時やし、9時からじゃあ6時まではお金発生して、1時間の残業とかはまあもう見込み残業でもらとかやったらいいねん。なんかいいというか、まあ、それが時々とか、2日に1回とかやったら全然いいねんけど、もう見込み残業1時間が毎日で、んで金曜日とかはもう普通に9時とか、遅かったら9時半とかまでやってても、なんかなんつうんやろ、なんか頑張ったなみたいなのがないよ、あんまり。普通みたいな。そう、もうそれが毎週金曜日はなんか仕事多かったら9時半くらいまで行きますみたいな。夜の？そうそうそう。やってんのはなんかびっくりするというか、なんか例えば頑張ってやろうっつって、うわ9時半なりそうやでみたいな、やばいやばいみたいな感じでやって、次の週はじゃあ8時に終わってみたいな。でみたいな感じだったらいいねんけど、なんか9時半まで残業してもなんか普通やん。なんかそれはさ、みんなおるんやっぱり10人とか。おる、そう、それも意味わからんやろ。そうなんや。なんかね、確かにその仕事人によって量ちゃうからさ、多いその日その人が多かったりしたら、助け合うっていうのはもうめっちゃ大切やと思うし、それは全然いいねんけど、なんか助け合う上でもさ、なんて言ったらいいんやろな、こう早く終わらせようまあ早く終わらせようはあるか。なんかまあ頑張って6時に終わらせようみたいなもう全くないんよ。もう9時まであるからゆっくりやってもいいやって感じ。そう、ほんまそう。ほんまそうで。それはでも疲れるな。そうそう。で、そうやり始めるとさ、その人ゆっくりやるやんか。8時までに終わらせたらいいやと思ってるから。そしたらその人の分、俺が終わった時にやらんとあかんかったりするやん。っていうのはめっちゃ困る。じゃあもう急いでやっとけよみたいな感じ、先輩やけど。そうそう。なんか6時に終わろうっていうのがほんまにない。そうそう。しかも割とね、終わらせられると思うんよね、あの人たちちゃんとやったら。ダラダラしてる時とかもあるんやっぱ。はい、めちゃめちゃあんね。でもなんか、例えば、この時間帯からこの時間帯は、優先順位はこれですと。で、空いた時間にこれをやっとけば、次の時間それやらんとあかんときに、こうもう半分の仕事終わってて半分の時間でできますよって感じやねんけど、なんか結構みんなもうなんか居残りすの普通やから、なんか優先順位一番高いのだけはとりあえずやっとくみたいな。でそうそう、次の時間優先順位変わった次のやつをやるみたいな。
感じでやってるから、ほんま遅いんよね。うん。で、やっぱ、結構多分みんな困ってると思う。その言い出しにくいから。うん。みんな思ってるね、それはやっぱり。思ってると思うけど、特に、その、新しく割と新しく入ってきた組は、思ってる人多いんちゃうかなとは思うけどな。でもそれをシェアしたりはせんの？こないだ、うん、どこまでユースケが動画で使うか知らんけど、うん、ここの話とか使えるのか知らんねんけど、大丈夫、大丈夫。いい感じだよ。なんかこの間新しく入ってきた子が、俺の前に入ってきた人が2人おんのよ。うん、だからその2人と俺が、うん、まあかなりめちゃめちゃ新しい3人で、で、その3人だけで9時から10時の1時間働く期間があったんよ。ほう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 。3人だけで、そうそうで、気楽やわ思って。そうやな。で、そう。で、そしたら、なんかめっちゃ、その2人愚痴り始めて何を言ってた？なんか、まあ、俺が今言ってたようなことも言ってたし、通常業務の、効率悪いところが、結構、細かいとこやねんけど、普通のその大企業とかに比べたら、そういうこともそうめちゃめちゃすぐ変えやすいねんけど、そういったところでなんか、あれって絶対こうした方がいいよなみたいな言って、そしたらなんかもう一人の方が、それ私も思ってみたいな。で、この間、ちょっと言ったんよみたいな。で、けどなんか変な理由つけられて全くできひんくて、でなんかベンチャーでさ、こうちっちゃくてやのになんか言い方も悪かったんよ、多分その時、その上司の人。だからベンチャーちっちゃくてこう自分の考えさ、意見改善するために言ったのに、なんか嫌な感じで突き返されてめっちゃ腹立ったわみたいな話とかしてて、その年的にもだいぶ離れてるね、その上司とかは。30歳くらい。離れてる。30何歳なんやろな。まあ俺が全く年気にせえへんから。そうやな。全然この人何歳とかで見てないな。けど、まあ10歳以上は余裕で離れてるよ。10歳離れたらさすがに先輩後輩はあるよな。ある。めっちゃ気使うもんだって。気使うな。なんかベンチャーやのにそんな感じなんかって感じやな。なんかね、ようわかる。なんか、俺も入りたてやし、意見できる、じゃあ意見はできんねんけど、この会社はこういう会社ですってあんままだ言いにくいから、参考程度に聞いといて。そっか。それはでも結構あれよね。結構じゃあ、アメリカも5年とか4年とかいたらさ、結構ウェスタナイズしてる部分もあるやんか。多分かなりあるよ。かなりあるやろ。そういう人からしたら結構日本の新卒で入った会社は結構大変じゃない？気持ち的、正直。まあ、どうなんやろな。いや、そこは、ほんまに人によるから、大変って多分言ってほしいかもしれんけど、まあ、それは言えへんな。俺は、大変やし、めっちゃストレスかかるときあるけど、多分なんか全然いけてるというか、やっぱ体勢めっちゃついてるから。そういうストレス耐性とか、なんか飛び込むとか得意かもな。それはほんまにあると思う。アメリカ大学行って。